コーヒートーク This is へようこそ。今回はですね、皆さんを最高のなんだろう、これを例えるならっていうわかんないんだけど、最高のものにね、ご招待させていただきますよ。もう楽しみにしてください。もう待ちに待ったって言っても過言ではない。それがマーラーですって。そんなに僕はマーラーをね、そんな全部知ってるわけじゃないですけどね。マーラーってなんかこう難しい印象だと思います。長い曲も多いしね。でもね、例えてみれば草津温泉みたいなもんだと思うよ。いや別に自分はね、草津しか本格温泉は知らないから、まあそれは登別だったりさ、別府だったり有馬だったりするのかもしれないけど、要するにね、本物だっつうことですよ。埼玉県でね、天然温泉のスーパー銭湯っていうのはもう今結構たくさんあるし、別にそれは全然いいんだけれども、そこでね、温泉っていうのはこういうものだなと思っちゃってさ、人生を終わる人も多分いらっしゃる。それは別にいいんだけども、草津知ってるとさ、いいじゃんすか。やっぱりなんかね、全然違うと言っていいんじゃない？まあね、そういう感じ。別にマーラーを知らなくても人間は生きていけるし、それのまま死んだからすごい後悔するってわけでもないかもしんないけど、これはね、やっぱりね、いいんすよ。いいものを知るって幸せだと思うよ。で、まずそのマーラーっていつぐらいのどういう人かっていうことなんですけど、これがね、これはまず分かりにくいんですよね。中途半端で。だからちょっとマーラーって神格化される部分もあると思うんですけど、時代的にはですよ、クラシックの最後ですわ。ね、バッハとかモーツァルトとかそういう時代があって、で多分ね、ワーグナーの1813年ぐらいからがだいぶ後半、もうね煮詰まってきた、やれることはもう全部やってきたっていう感じで、チャイコフスキーとボロザークとかはロシアだったりチェコだったり、こう民族的な部分をねクラシックに持ち込んで、新しい最後の可能性を咲かせた人たちだと僕は思う。でそこからちょうどね、マーラーは1860年生まれなんですけど、そのチャイコフスキーとボロザークって20代ぐらい年上の先輩ですよね。だからマーラーはチャイコフスキーの初演なんかも指揮者としてやったりして、それはチャイコフスキーすごくね褒めてますね。だからマーラーはそのね、ちょうど時代的にはだからちょうどね、明治の改革が明治維新が1867年なんで、その頃に生まれて、第二次大戦の前までの活躍した人だから、もともと馬車の社会だったものが機械とか自動車とか電信とかそういうものにね、蒸気機関車とかね、そういう社会に移り変わっていくところだったんですよね。だからクラシックもそのオーケストラのこれからもう世紀末のねシェーンベルクとかっていう時代を経て、こう現代のロックとかジャズとかになっていくと思うんだけど、そのねクラシックの最後を飾った人という感じ、そこがねすごくね現代とのこうミックスしてるようなところで分かりにくいポジションで、本人も出身もちょうどオーストリアの出身だけれども、ユダヤ人であったりで、ドイツで暮らしてドイツ人作家っていう側面もあったりして、そのね本人がね、私は三重の意味で故郷がない人間だったっていうもう言っているくらい分かりにくいんですよね。でもその分かりにくさゆえに、そのねどこっていう固定されてない、すごく宇宙的なねワイドな視点を持った方だったと思います。それが音楽にも現れてて、例えば交響曲一番の巨人
そういうブワーンってくる感じもやっぱりそのね、どこか固定してないすごくワイドな視点から出てきてるという意味はあると思うんです。ただね、分かりにくいままで終わっちゃったらさ、つまんないでしょ実際。その前にね、じゃあそういう分かりにくい人だけど、でもちゃんとねやっぱりルーツはあるんですよ。ここでちょっと見てみましょう。オーストラリア帝国に属するボヘミア王国、現在チェコの近郊のカリシュタット村に生まれた。それがねこの辺の村なんですけれども、こうやってね見ると分かりやすくていいですよね。超田舎でしょごめんなさい言っちゃった。超田舎って言っちゃったでも生まれた場所がホテルになっててね、すごいなんかいい綺麗なところですよね。でね、ワグナーはマーラーはこの自然の中で生まれて、自然っていうのをすごくね音楽に取り入れている感じが僕はすごくします。だから我々でもね、若干郊外の出身の方には田舎者とは言わないよ、郊外の出身の方にはなかなかね共感する部分が多いと思います。ただでも同じ時代で、例えばなんだっけ、ど忘れしたバルトークじゃなくてブルックナーか、あの辺はねやっぱり都会のブルックナーでいいのか、やっぱり都会の音楽って感じですよね。コンクリートと石とアスファルトの中で生まれた人たちのやっぱりそれはそれなりの叙情があると思うし、そこを都会的なもので作った音楽っていうのはもちろんあるんだけど、僕はやっぱりねその辺は苦手。プロコージェフとかねフクラとかちょっとよくわかんない、すぐ寝ちゃうじゃないまあいいや、すいません、寝ちゃうことに関しては置いといていただいて、そしてね、今日ご紹介させていただくのはこの BGM はちょっと5番なんですけど、今日はまずですね、マーラ交響曲2番復活の最後8分半、これをね8分半紹介させてくださいよ。この曲自体はだいたい1時間半ぐらいかかる曲ですよね。でね、なぜ2番か1番じゃないのかっていうのもちゃんと理由っていうか、本人はそれを望んでなかったと思うんだけど、状況がありまして、1番っていうのはね28歳の時にもうすでに完成させてた。でブダペスト王立歌劇場の芸術監督と指揮者としても華々しく若い時活躍されて、だから音楽的にはめちゃくちゃねいわゆるソルフェージュっていうのむちゃくちゃ技術とかセンスとかある方だった。それもとてもね正統的な音楽を非常に表現豊かに、演奏するので評価が高かった方のようです。で、指揮者として成功して交響曲も1曲作ったんだけど、これがね全然ウケない今聞いてもね一番そんなに面白い曲じゃないと私は正直思うんだよね。でね、大きな転機が訪れたのが36歳の時2番を処理した時、28で1曲1番完成させたんだけど、その後いろいろあって両親が亡くなったり弟が自殺したり、いろいろ師匠が亡くなったりっていうたくさん身近な人の死を経て、なんかねまだ悟ったらしい。この交響曲2番をね完成させて、2年後、30代半ばでね初演に挑戦するわけですよ。でこの曲聴けばわかるんだけど、オーケストラも大編成だし合唱もあるしソリストもいるし、むちゃくちゃ大編成なのをまだ何の成功もしてない一指揮者がですね演奏会を実現するっていうね、このパワーすごいと思います。もう自分でもねお金を払い自分の生徒たちにチケットを買わせそうやって無理くりやった挑戦がこれ大成功してね。でね、当時の指揮者の弟子なのかな、
まあちょっと名前忘れてた。ある人が、これウィキに書いたんだけど、作品の大きさ、独創性、マーラーの個性の強さなどの印象があまりにも深く偉大だったので、この日から彼は作曲家としての最大の地位を持って迎えられたんです。いわゆる指揮者ではなく、これで作曲家としてね、ベートーベンからなんだかあったの、並ぶ一人になったと。チャイコフスキーとか、ワグナーとかとね、並ぶ一人になっちゃったと、こうみんなは宣言したのがこの交響曲2番の成功であり、それが交響曲2番の最後の盛り上がりなんですよ。この盛り上がりについてね、どんなすごいことやってるかって思うでしょ。ちょっとねやりますよ。悪いけどね、やる。 iPhone でやる。見れる？ドミソいいでしょ。ドソただのソですよ、これは。ラ、こうやって上がっていくでしょ。一旦ちょっと下がって、でも違う。ごめん。ここ、ソからね、ソラ、ソファミレド、ソファミレド、ファミレド。こんなのさ、幼稚園の子供でも歌えるでしょ、ソファミレド。ソファミレド。これなんですよ。これがね、マーラーを偉大な、歴史に残る作曲家にした一節。この最後の、このドに行く、このね、全力で1時間半かけて、うまーって回って、最後にこのドに行く。まあ、蝶はね、別の蝶だと思うんだけど、音階で言えばドです。これがね、すごいんだわ。ちなみにね、これ、歯を上げてみますわ。聞こえる？これもね、音階的にはソファミレド。これがね、例えば野球のピッチングで例えばこう若干こうインコース寄りに来た球、攻めてきたな、インコースにって感じで、ここでさっきの普通のに変えるとどういう感覚になるか。さっきの内頃の球がもう一回来たけど、あれなんか変。今の進化？ナックル？なんだこれっていう感じになりませんか？僕だけかな。これがね、音楽のすごく可能性っていうか不思議なところでね、ただ半音を上げるだけでこのインコースの攻めてきた感じとか変わったら、ただソファミレドだったら誰でも打てる、こんな内頃のただのストレートじゃん。ストライクでこんなん誰だってヒット打てるよっていうのを半音を上げたやつこう何回か投げられて、次にさっきの簡単な球投げてると、何今のナックルボールみたいな感覚になる。音楽の面白いところでございます。ちなみにねごめん、この iPhone 遊びもちょっとやると、今このソドでしかやってないでしょ。これは3度の音が抜けて、ただ5度の音だけなんですよ。これがね、こうなってくるんですよ。すいません。聞いたことある人はすぐ分かる。ベートーベンの大工のね、出だしのところでこの5度の音しか使ってない音に。これ見ればね、ドー
で、次がこの、フラットの詩じゃなくて、ただの詩が来ちゃうんですよね。この動詞。この動詞っていうのは、ショパンとかでもね、この悲しみとか人生の絶望を表現する音って言われてるみたいですけど、これが出てくるのがベートーベン。だから、このね、この外どの音のだけのところに、これが混ざり込むのが第9のオープニングでした。すいません。音楽っていうのはなかなかね、いろいろこういうところがあって難しい。でも難しいけど、マーラーの言いたいことはすごくシンプル。で、この毎日じゃあ何をやってるかっていうのね、結局ね、失敗を表現してるんですよ。いろいろね、例えば自然の美しさとか、人間の信頼とか、これで前向きに頑張ろうってやるんだけど、ダメじゃん。ダメじゃん。また頑張ろう。いや、これじゃダメだ。頑張ろう。ダメだ。って言ってね、何度も地面がざらつくばるわけですね。立ち上がって、また失敗っていうのをいろんな調でいろんな繰り返して、もう無理。もうダメや。もう無理や。わしには無理じゃ。終わりにしようってね、その終わりを受け入れた時に急に軽くなるんですよね。その終わりを受け入れて、ふっと次の世界が見えてくるっていうね、そこがこの交響曲の面白いところというか、最後のねクライマックスに向かうなんかストーリーだと自分は理解している。でね、これってそんなある意味難しくないじゃないですか。なんかね、こう希望を持つけど失敗して、希望を持って失敗して、でも負けないユダヤ根性っていうかね、そういうところと、この一変身でまた繰り返すといったら仏教の輪廻的な思想ってあると思うんですけど、マーラーは結構中国思想とか他の作品でも取り入れてて、これ根性と輪廻っていうのはそんなにね誰でも本当に理解したかっていうかよくわかんないけど、とりあえずわかりますよね。だからね、そんな難しくないですよ。言っちゃ悪いけどね、これは音楽のディズニーランドだと僕は言いたい。ただのね遊びじゃないです。でもね、それほど深淵っていう難しいって考えることじゃないと思う。で、逆にね、この復活の交響曲の演奏に関してはすごく深淵な演奏をどうも やりたがっちゃう人が多いと思う。そういう演奏は多いと思うんだけど、僕はあんまりそういうね、これをね深淵に取られてる演奏っていうのは正直あんまりいいと思わない。で、じゃあ深淵じゃない演奏は何かっていうと、古いけどクレンペラの演奏がねすごい分かりやすかった。これねテンポ的にも速いし、クレンペラ自身マーラーの直弟子だし、この演奏がねすごくダイナミックで面白かったんですよ。古い演奏だけどね、そっか、マーラーってこういうまだ30年半ばでそんな深淵とかじゃなくて、これはねめちゃめちゃこのさっきソからドに行くこの快感を求めていったエンターテインメントなんだなと、そういう風にね理解する。これはね一種の本当に気持ちいい温泉なんだなって温泉に行くまで山登んなきゃいけないんだなっていう風に理解していただくと、多分誰でも感動するんじゃないかなと思いますよ。でね、今回リンク紹介させていくバースラインの演奏は本当の最後の8分だけですけども、字幕も日本語で ついてるし、動画として著作権のライセンスも取れているので、もうね、まずここマーラーってたくさんあるけど、長い曲もいっぱいあるけど、ここをぜひ体験して気持ちよくなってください。このね全力のもうバーンスタインってねすごいね表現がアメリカの方でね全力でいきますからね、もうソファミーレドーンっていうところをね見てみてください。ではぜひどうぞ。